皆さんこんにちは、五野へみきです。ちょっと鼻声ですよね。すみません。今秋花粉の花粉症の症状でちょっと鼻声になってしまっていまして、ということでこのセルフケア編第6弾は秋花粉との戦い、イートを20回終えてというテーマでお届けしていきます。イートが何かというのは後でまた説明しますね。まず秋花粉。皆さんは秋花粉は大丈夫ですか？私はやられております。秋花粉といえば代表的なのがブタクサ、あとはヨモギとかカナムグラというのもあるそうですね。で、私春の花粉症、スギヒノキもあるんですけれども、春の花粉症よりも秋の花粉症の方が私はしんどいっていうのも、症状が秋と春で全然違うんですね。私の秋の花粉症は日中はそんなに辛くないんですよ。ちょっと鼻声なぐらいで、そんなに症状は感じないんですけれども、日中は辛いのが夜中、深夜、早朝、夜寝た後、早いと午前2時とか、遅くても午前4時ぐらいからケホケホっていう咳が出るんですね。これ後鼻漏という言葉ご存知でしょうか？後鼻漏ってサラサラの鼻水、そのアレルギーの鼻水ってベトベトじゃなくてサラサラの鼻水で、このサラサラの鼻水が喉の後ろの方にこう垂れて、でケホケホと咳になるという、苦しくて眠れないですよね。で、苦しくて眠れない、ケホケホうとうと、ケホケホうとうとで、朝眠って感じで起きて、それからはゲホゲホ、痰混じりの咳が出て、痰が出きて、やっとちょっとすっきりというのが私の秋花粉の症状なんですね。で、この秋花粉の花粉症になってしまったというのは、大人になってからといいますか、ここ3年なんですね。もう忘れもしない2022年の秋ですね。今3歳の娘が生後0歳3ヶ月の時だったんですけれども、その2022年の秋、娘3ヶ月の時に保育園に入ることができまして、私も仕事を復帰しまして、で、娘は保育園入園当初から風邪ひきまくりでで、私もその風邪をもらってしまって、一回熱を出して、で、熱はすぐ収まったんですけれども、咳、鼻水というのが一回良くなったと思ったのに、なんとなくずっと続いている。特に夜中、朝方、咳、鼻水がひどい。風邪が3週間も続いている。おかしいなと思って耳鼻科に行きましたら、これ風邪じゃないですよと、あなた風邪もう治ってますよと、この咳鼻水アレルギーですよ、時期的には秋花粉ブタクサでしょうねという診断を2022年の秋にいただきまして、それから毎年のように秋花粉との戦いがあります。で、このチャンネルをご覧の皆さんは、五戸って慢性上咽頭炎の治療中じゃなかったかと、良くなってきたんじゃないのと思われる方いらっしゃると思いますので、ここから詳しくご説明していきます。スピーチトレーニング。はい。で、慢性上咽頭炎というのは、慢性的に上咽頭が炎症しているという病気で、上咽頭というのはここですね。鼻の穴の奥、喉の一番上のところで、慢性上咽頭炎の症状としては、咳、鼻水、鼻づまり、あとは後鼻漏、それから頭痛、倦怠感、いろんな症状が出る。その咳、鼻水の症状なしで倦怠感だけっていう方もいらっしゃる。これは難しい病気であり、珍しい病気じゃないそうなんですね。本当は慢性上咽頭炎なのに気づいていないとか、診断されていないだけという方がかなりいらっしゃるということ、これ堀田先生の方に詳しく書いてありまして、参考図書に載せていますので、ぜひお読みいただきたいと思います。で、私はですね、慢性上咽頭炎になったきっかけとしては、新型コロナウイルスに感染したこと、その後遺症の可能性がかなりあると耳鼻科の先生から言われております。で、私、新型コロナに感染したのが2022年の8月なんですね。あれってなりまして、そういえば私2022年の8月に新型コロナに感染して、その後秋花粉の花粉症になってるんですよ。慢性上咽頭炎って診断されたのは今年4月なんですけれども、
これ2022年8月に新型コロナウイルスに感染して慢性上咽頭炎になっていて、慢性上咽頭炎だから秋花粉の花粉症になってしまったってことありますかって耳鼻科の先生に聞きましたらですね、それかなりありますね。そんなに珍しいことじゃないですね。っていうふうなことでした。いやもう早く知りたかったですね。慢性上咽頭炎の治療をもっともっと早く始めていたら秋がもっと楽だったかもしれないなんてことを思うんですけれども、遡ることはできないということと、あくまでもね可能性の話なので今となってはわからないことではあるんですが、この秋はですね慢性上咽頭炎の治療をしておりますので、去年一昨年よりもちょっと楽だなって感じております。でその慢性上咽頭炎の治療というのがEATですね。EAT と書いてEAT。食べるじゃないですね。エピファリンジアルアブレイシブセラピーの略でEAT。塩化塩を綿棒に染み込ませて鼻の穴からその綿棒を入れて上咽頭をこするという治療法で、堀田先生の本では口から入れても鼻と口両方から入れるということだったんですけれども、私が言っている耳鼻科は鼻からだけで、なぜそうなのかわからないんですけれども、私もね口からもやりたいなと思っていながらも、鼻からだけの移動をやっておりまして、で4月末から半年間EATを続けてきました。おおむね週に1回ですね。でEATだけじゃなくて、これEATだけでは良くならない、セルフケアが大事だということをですね、私が通っている耳鼻科の先生以上にもう有名な先生、未来クリニックの今井先生、有名な先生がいらっしゃって、動画でもそのことすごく発信されているので、私も参考にさせていただきまして、鼻うがい、それからミサトールリノローション、他にもいろんなセルフケアをやっております。スピーチトレーニング。はい。で半年間おおむね毎週EATを続けていまして、9月末に19回目のEATをしてきました。その時ですね、出血がほとんどなかったんですね。EATをすると悪い時って上咽頭がもう出血で真っ赤になるんですけれども、19回目のEATは出血がほとんどなくて、それまでは良くなって悪くなって良くなって悪くなってを繰り返していたんですけれども、19回目の時は体感的にも良くなったなっていう感じがしていて、何よりもこの半年間ほとんど風邪をひかなかったので、9月頭に1回風邪気味なことありましたけれども、その1回ぐらいだったので、本当にEATとセルフケア続けてきてよかったなというのと、ついに終わりが見えてきたなという感じがしていました。で耳鼻科の先生からも、次は来月でいいです、来月また見せてくださいと言われたのが19回目でした。それもつかの間、19回目のEATから10日後ぐらいの時ですね、あれ鼻水垂れるなと、これ秋花粉じゃないというふうに思いまして、で19回目の次1ヶ月後って言われていたのをちょっと繰り上げて、2週間後にまた通院をしまして、20回目のEATをしたんですね。そうしましたら上咽頭出血ドバドバという、悪くなっとるやんっていう本当にもう残念だったんですけれども、これもそんなに珍しいことではないそうです。その慢性上咽頭炎が治りかけている最中によく起こる現象らしくて、その治りかけた粘膜に花粉の刺激が加わるっていうことで、炎症が一時的に再び強くなるということはあるんだそうです。でその20回目の時にあまりに上咽頭が悪くなっていたので、21回目のEATというのは20回目の3日後でした。で21回目のEATはですね、出血激減していまして、確かに治りかけてる最中なんだなというのが実感できましたね。なんですけれども、21回目のEATのあと1週間後ぐらいからですね、またその花粉症の症状を感じるようになりまして、それは外出の時にマスクしていなかったから花粉を吸いすぎてしまったとか、あとは時期的に秋花粉がピークだとか、いろいろ原因はあると思うんですけれども、今私アレルギー性鼻炎のお薬がちょっと強めのお薬に変更になったというところでございます。ということで、私のEATはまだまだ続くようです。慢性上咽頭炎の治療、EATも10回ぐらいで終わる方もいらっしゃるようなんですけれども、私は重い方だったというのが分かりましたね。
で、秋花粉の症状としては去年よりも楽なので、何より風邪をひく回数が激減したので、本当にいいと始めてよかったなと思っております。あとセルフケアも夜中すごく辛いなっていう時に一回起きて鼻うがいしてミサトールすると咳が止まるっていうことがあるので、このセルフケアの知識っていうのもついて本当によかったなと思っております。最後にセルフケアとしてもう一つ、お話ししたいのが口呼吸について。口呼吸は万病のもと。これはもう皆さんご存知のことと思いますけれども、喋ってる時って口呼吸になるんですよね。特に一人喋り。こういうふうに一人で喋っていると合いの手がないので鼻呼吸にするタイミングがないからずっと口呼吸になってしまうということで、本当喋る仕事をしている方、ラジオパーソナリティの方とか上咽頭のケアが必須だなと日々感じております。で、起きている時、日中は鼻呼吸を意識的に、喋っていない時は鼻呼吸を意識的にやっているのと、今井先生のアイウェ体操って有名ですけれども、私もあれをやっているのと、寝てる時に口呼吸にならないようにするというのも非常に大事だなと感じております。で、寝ている時口呼吸にならないようにするためには専用のテープが推奨されてますね。絆創膏とかで貼るとめちゃめちゃ痛いので剥がす時、寝る時専用の口テープというのが販売されているんですけれども、これリップしてるとテープがペロッと剥がれちゃうというのと、私子供に絵本の読み聞かせをしてそのまま眠るっていうことがよくあるので、テープしてると喋れない、読み聞かせができないので、ちょっと自分にはテープが向いていないなというところでこれを使っています。おやすみのど楽マスク。はい、これも今井先生の動画で知ったんですけれども、本当ちょっとね、感謝のご連絡をちょっとお伝えしたいなと思っているんですけれども、これをですね、鼻を出した状態で口にマスクをして、ここ顎を支えてくれるので、はい、喋ることもできるし、口呼吸じゃなくて鼻呼吸のサポートもしてくれるっていう、はい、寝るとき専用のマスクですね。で、これ洗濯もできるので安心。私もこれ半年ぐらい使って毎日洗濯してますけれども、全然よれてない、まだまだ使えるなっていう感じがしていまして、とてもお気に入りの一品になっております。ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。ですね、慢性上咽頭炎の治療中の皆さん、一緒に頑張りましょう。そして秋花粉に悩んでいる皆さん、一緒に乗り越えましょう。ということで、セルフケア編でした。このへみきでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。